はい、こんにちは。はい。ですね、以前、挙げました、このストリートスクランブラーのいいところ、ベスト5をやったんですけども、今度、ワースト6。悪い点が1個多くなったんですけども、ワースト6をちょっと今、話させてください。もう言わずにはいられない。ワースト6ね。まずね、第6位。第6位。オイル交換がしづらい。オイル交換がしづらい。前もちょっと言ったように、オイルの入れるとこここなんですよ。これ。ね。これやばいやつね。本当だ。だから、まあ、これはちょっと入れづらいっていうのがまあ第6位なんですけど、結局、まあ、こう長い情報を投入したので、まあ難なくできるんですけども、まあ、それをやるまでね、ちょっとどうしようかなって思ったことがありました。なので、まずは第6位、オイルが入れづらい。第6位。続いて、第5位。第5位は、これもうしょうがないんですけども、フォークホイールなんですよ、これ。だから中にチューブが入ってて、まあタイヤが膨らんでるんですけども、このチューブがね、やっぱチューブレスタイヤに比べて、少し空気圧が落ちてくる。ほっとくと。抜けちゃうんですね。そこの、まあ、管理っていう部分で、今までチューブレスタイヤ乗ってたので、そこのチューブのタイヤの車両になったことで、ちょっと空気がね、抜けるんですよ、やっぱり。で、1ヶ月ぐらいすると、まあ 2.5 ぐらい入れてたのが 1.9 とか、まあ知らずに 1.5 とかになってるんですよね。なので、それを、まあ、吹っ切れで入れてあげればいいんですけども、それがめんどくさい。これ第5位。続いて、第4位。第4位ね。第4位は、高速道路に弱い。これやっぱりこういう形なので、100キロぐらい出すと、やっぱブワッと風の抵抗を受けんすよね。まあ、当たり前なんですけども、これまあこのヘルメットの形もあったせいで、こう結構ね、ってこう風を受けるわけですよ。だからまあ高速道路基本100キロですよ。だからまあそれでいいんですけど、ね。まあ新東名とか今120キロ区間とかね、ありますから、まあ100キロ以上、120とかになると、ちょっと辛いかなと。まあ耐えてればいいんですけど、快適ではない。だから高速道路には不向き。これ第4位。第3位。第3位は、トライアンフ。イギリスメーカーなのに、タイ生産。これ第3位。別にタイが悪いって言ってるわけじゃないんですよ。ただ、なんかこう、自分の中でね、トライアンフイギリス車だみたいな感覚で乗るわけですよ。乗ってるわけですよ。でもよくよく話を聞くと、タイで作ってるんだよね。これがね、まあ、できればイギリスで作ってて欲しかったなみたいな。で、まあ、このグローバル社会、しょうがないことです。日本車だってね、いろんな国で作ってるの。そうですから、まあ、トライアンフもね、その流れに応じてね、まあ、コストのこととか大きいでしょう。だから、タイ工場で作ってるんです。このストリートスクランブラーね。タイ製造。第3位は、イギリス車なのにタイ生産。これ第3位でした。第2位は、もうこれ会社あるあるなんですけども、部品を入手しづらい。これはもう仕方がないことなんですけども、この間ね、サイドスタンドを出し忘れてパタンって倒したんですよ。で、その時にこのクラッチレバーぽっきり折れたんですけども、で、クラッチレバーじゃあ変えようと思って、とりあえずまあ、バイク屋さんに行けばいいんですけど、まずこれぐらいなのね、自分でも取り替えられるなと思って、まあネットで探したわけですよ。で、確かにネットで純正部品売ってるには売ってるんですけど、これ1本で1万ぐらいしてるんですよ。1万超え。でね、大きさだったらまあ3000とか4000円ですよ、こんなの。
こんなの1万超え高いな。まあしょうがないので、これ結局、社外品、日本で作ってる社外品を交換して、これがまあ8000円ぐらいだったんで、2000円ぐらいまあ安かったんですけど、でこれのいいところは、今度こかしちゃって落としたとしても、折れたとしても、この部分だけ変えればいいので、この根元のところとかこういうレバーは変えなくていいので、だいたい4000円ぐらいで収まるんですよ、次の時。なのでこれにしました。だから部品がね、やっぱりね、入手しづらい、それがありますね。でいちいち高い、そこがまあ第2位です。第1位いきますか。はい。はい。第1位は、今言ったワースト5を絞り出すのが大変。これの、今まで2年半ぐらい乗ってきましたけども、ワースト、本当はね、5をやろうと思ったんですよ。で、ワースト5なんだろうなってずっと考えて、いろいろ絞り出して、今言った結果なんですけども、それを考えるのが大変っていうぐらい、そこは悪いところ。第1位は、ワースト5が絞り出しづらい。が第1位です。ふざけんなって思うでしょ。でもね、本当なんですよ。乗っててね、ドコドコって気持ちいいしね、トルク感がね、溢れてるしね。で、まあ燃費もね、全然いいし、音もいいし、まあ、この格好も私好きなんですよ。格好も好きだし、で、そのまあ、会社扱いなのに、大して高くない新車価格で、まあ、私は新車じゃなかったんですけど、その値段もそうですし、そういうところを見ると、なかなかね、悪いところ出しづらい。これが、まあ、第1位です。以上でございます。なので、まあ、その辺を気をつけながらね、皆さんね、これ、ぜひ購入していただきたい。そうすれば、仲間も増えるんじゃないかなと思う。ぜひ、おすすめです。以上です。ありがとうございます。